皆さんこんにちは。 CDH 会計事務所の YouTube チャンネルにようこそいらっしゃいました。講師の藤本です。今日は米国で購入した生命保険、これが日本でどういうふうに課税されるのかというところをですね、ご説明していきたいと思います。副題がアメリカで非課税だと思っていたら日本では大違いと、そういう内容でお話をさせていただきます。よろしくお願いします。最初に私が参考にさせていただいたウェブサイト、こちらをお見せします。で、こちらのウェブサイトをですね、もう少し皆様に、クロスボーダーの皆様に分かりやすいようにですね、英語を使って英語と日本語のミックスでお話をさせていただきたいなというふうに思っています。もしよろしければ私の英語の説明、英語のタームの説明の後でまたこちらのスライドというかこちらの方に戻っていただく、あるいはこのウェブサイトを開いておいてお話を聞いていただくということもですね、理解の役に立つのではないかなというふうに思います。最初にですからこの一番左上のスタートというところで、死亡給付金とか死亡保険金とか、英語で言うとライフインシュランスのプロシーズ、これを受け取った時にですね、どういうふうに日本で課税されるのかということを説明していきたいと思います。その前にですね、私は米国の公認会計士の資格を持っているんですが、日本の公認会計士の資格はございません。ですので、そのつもりでですね、聞いていただけたらということで、お願い申し上げます。それじゃあですね、最初にこのライフインシュランスのプロシーズっていうのが、お亡くなりになった時に、もらえるということですね。その時に日本の場合というのはですね、2つぐらいの質問があって、それで課税が変わってくるということなんです。トータルで言いますと4種類の課税になるので、その4つについて1つずつですね、説明をしていきたいと思います。でもちろん2つの質問ということで、これが最初の質問なんですけれども、まずその Person who pays the premium、 つまり保険金を支払っている保険のいわゆるなんて言うんでしょうね、保険料っていうふうにきっと日本語で言うと思うんですけれども、英語ではインシュランスのプレミアムって言いますよね。インシュランスのプレミアムを払っている人と、それからその保険で死亡というところがですね、死亡、ファットの死亡じゃないんですけども、私はたくさんありますけれども、お亡くなりになった時に、カバーされるという人が同じだった場合、具体例を言いますと、もう自分の例を使うと一番わかりやすいと思うんですけれども、私がプレミアムを払って、私が亡くなった時に、生命保険金が出るというような場合ですかということですね。それがイエスの場合、典型的な例だと思うんですよね。イエスの場合に次の質問が実は日本で出てくるわけです。ベネフィシャリーっていうのはリーガルエアなんですが、つまり生命保険の受取人というのが日本の法律で決まっている法定相続人なんですかという質問があるわけです。この場合は私には全然関係ないですよね。私はベネフィシャリーじゃないので、私はプレミアムを払う人、そして生命保険でカバーされている人、そして生命保険金を受け取るのがベネフィシャリー、保険金の受取人ということになって、それが法定相続人なのかどうかということで、この法定相続人というのはきっと日本のですね、法律で決められているそういう人たち、おそらく家族であったり、血縁の家族であったり、結婚というアクションに基づいてつながっている人と、そういうような形になるんではないかなというふうに思っております。でもしですから受取人が米国ではなくて日本の法律で定められている法定相続人である場合はどういう課税になるかというと、
日本での相続税がかかりますが、そこにはですね、法定相続人の数かける1人当たり500万円の控除が取れるというそうなんです。もう一回言いますと、相続税がかかるんだけれども、1人当たり500万円、法定相続人の受取人の中で法定相続人が何人いて、その人の数かける500万円が非課税になるということなんだそうです。確かですね、3000万円っていうのが基礎控除というので日本であると思うので、きっとそちらの金額プラスこういうものっていう形になるということで、決してですね、非課税枠が低くなっているということでは全然ないとは思うんですよね。で、500万円というと、もちろん今は円安ですから3万何千ドルしかならないということなんですが、もちろんそれは超お金持ちには少額かもしれませんけど、普通の方にはかなりのインパクトになってくるということです。で、もしこの受取人が beneficiary is not legal heir の場合、つまりノーの場合ですね、その場合はこの控除額、法定相続人の数かける500万円という控除は取ることができませんということで、普通に、相続税がかかってくるんですよっていうふうに言ってるのだと思います。で、これでですから最初4つって言いましたけれども、2つをご紹介いたしたわけです。もう一回ですね、ちょっと戻ってみることっていうのはできないかもしれないので、ちょっとこのビデオをですね、止めていただいて、それで私のスライド、あるいはね、先ほど言いましたように、ウェブサイトを見ていただきながら、私の説明を聞いていただくと、より分かりやすくなるんじゃないかなと思います。さて、一番最初の質問に戻りまして、保険金を払っている人、インシュランスプレミアムを払っている人と、保険でカバーされている人が違った場合のケースはどうなるんでしょうということですね。違ってる。つまり、例えば、私の息子が保険金を払っていて、私に生命保険、私の命に生命保険をかけている場合、なんかこれ典型的にこの例に合うと思うんです。そして、その2番目の質問というのは、つまり私の息子ですね、保険金を払っている人、保険金を払っている人と受取人、生命保険の受取人が息子と同じなんですかという場合ですね。息子と同じなんですかっていう場合、その場合はどういう課税になるかというと、日本では所得税が息子にかかってくるわけです。所得税が息子にかかってくると。これは相続税じゃなくて所得税がかかってくるんだと。そういうトリートメントになっていくわけですよね。それじゃあもしこれがノーの場合、どういうケースかというと、息子がですね、私に生命保険をかける。息子がインシュランスのプレミアムを払っている。私に生命保険をかける。しかし受取人は私の娘になっている。というような場合です。そして私がもし亡くなって、娘が私の生命保険金を受け取った場合というのは、日本ではこれは贈与税がかかってくるということなんだそうです。ね。これで4つのケースというのをお話ししました。4つのケースというのはもう一回言いますと、通常の相続税前からそちらの方に法定相続人1人当たり500万円の控除がつくというもの。そして2番目は通常の相続税がかかってくる。3番目は所得税がプレミアムを払っている人にかかってくる。4番目はですね、受取人、保険金を受け取った人が贈与税を支払うと
いうですね、この4つのパターンに日本ではなるんだということだと思います。ここまでで、よろしいでしょうか。何かですね、ご質問があれば、ぜひ弊社の無料のですね、ロードマップセッションというのが申し込めますので、こちらを申し込んでいただいてお話しさせていただければというふうに思います。で、もちろんですね、この同じサイトのアドレスになるわけですけれども、こちらの日本のですね、ウェブサイト、ぜひご参照してみてください。それでは次にもう少し分かりやすくするために実例というのを使ってご説明したいと思います。私、この青い人ですね、青い人が生命保険をアメリカで購入いたしました。ね、アメリカで購入いたしました。そしてそれを持ったままというか、そのままですね、私は日本の方に移りました。ね、日本の居住者に、税務上の居住者に今なっていますということです。で、日本の居住者になってですね、当然、どなたもですね、年齢がいけばお亡くなりになるわけですから、私が亡くなるということになると、この場合はですね、私が生命保険料を払っていた。そして私が生命保険でカバーされていた。そして息子が受取人になっておりまして、息子は、おそらく、直系の息子ですから、別に別系の息子がいるとかっていうことは一切ありませんので、今日はちょっとジョークが多いなと思いながら、話していますけれども、とにかく、法定相続人であるということですと、私の息子にですね、アメリカに住んでいようが、私が亡くなったのは日本の居住者として亡くなってますんで、当然日本の方の課税対象になるということで、日本のですね、相続税が息子にかかってくると。代理申請というか、代理納税という形で、息子は税金を払わなければいけないと。そういうことになっていくと思います。いかがでしょうか。もし日本の税理士の方がですね、私のビデオを見ていただいて、その理解違いますよということであればですね、ちょっとコメントはですね、今機能はつけてないんですけれども、E メール等でですね、弊社のクロスボーダー、cdhcpa.com に連絡していただければ助かります。このようにですね、通常ですね、米国では生命保険金、ライフインシュランスのプロシーズっていうのはノータックスなんですよね。どういうパターンになろうが、ほとんどどういうパターンになろうがっていう言い方をするとすごく乱暴と言われるかもしれませんけれども、私が今前回話したような4つのパターンという形でですね、アメリカでの課税というのは、これはですね、私ないと思うんですよね。ゼロであるということで、もちろんいろんな特例とかっていうのはあると思うんですよね。利子が出てるとか、エステートが受取人だとかですね、そういうようなことは置いといて、普通のケースの場合というのは無税なんです。だから無税だと思っていて、生命保険をアメリカで買って、それで日本の方に帰って、それと同じトリートメントが日本でも受けられると思うと、やはりこれは大きな間違いになるわけです。ですから、この点をですね、今回はしっかり理解していただいて、皆さんのですね、少しでもお役に立てればですね、幸いでございます。前回この英語のビデオで作ってみたんですけれども、英語のビデオのちょっとパフォーマンスがあまりにひどかったので、私の英語っていうのはあんなにひどいのかなと思いながらですね、思いつつ、ちょっと日本語でリカバーしてみたいなということで、日本語のビデオを作ってみました。それで、一応英語のキャプションもですね、今回はつけて、出してみようっていうふうに思ってますので、英語のキャプションをちょっと読んでみたい方はですね、ぜひクローズドキャプションのボタンを押していただければですね、英語で出てくる、英語の環境の人がきっと出てくると思いますので、ご主人に見てもらうとかですね、そういうこともしていただいて、いいのかなと思います。
そうですね、この例というのは息子さんがアメリカにいて、息子さんが日本の相続税を払わなければいけないんだという、そういうことでございます。でもちろん一番最初に申しましたように、私は米国の公認会計士で日本の税理士ではございませんので、これはですね、日本の税理士の方にしっかりご確認していただきたい。じゃあ、しっかりご確認というわけですけれども、すべての税理士がですね、無料で回答に答えてくれるということは基本的にはないと思いますので、それはですね、私どもが別に日本で税理士やってるわけではないので、ちょっと理解していただいた上でですね、ぜひですね、日本のクオリファイしたですね、ライセンスをしっかりお持ちの税理士の方、会計士の方にですね、私こういう状況でこうなんですけれども、どうなるんですかということをですね、ご相談されることを強く進めさせて、このビデオを終わらせていただきます。これが私どもの、このビデオに関するディスクレーマー、そして、こちらが弊社のクロスボーダープラクティスのエンディングページということになります。皆様今後ともどうぞよろしくお願いします。今日は本当にどうもありがとうございました。失礼します。